この動画は初級者向け JP 解説の後編だよ。今回はコンボの解説と JP の考え方や評価の話になるよ。ざっくりとした JP への所感や必殺技の使用については前回を見てね。また、ブログでも通常技の解説をしているから、細かい点はブログか攻略サイトを見てくれると嬉しいな。よろしく頼むのだ。じゃあ、JP を始めるならこの辺りからのコンボの紹介だよ。JP はコンボの種類がとても多い上に、状況に応じた使い分けも大事なキャラなんだ。だから、これだけやってればいいというのも少ないし、あまりにもパターンは多いからまとめきるのも難しいのだけども、この辺りのコンボからやっていけば、所感がつかめると思うから、そういったコンボを紹介するよ。あと、他力本願でごめんなさいなんだけども、プロゲーマーの JP 使いの人がコンボをまとめたものをあげてくれているから、ここで紹介するコンボが物足りなくなった頃にでも、ぜひ見てみてね。概要欄にリンクを貼らせてもらうのだ。この動画すっ飛ばしてそっちを見ても僕はいいと思うのだ。それは本当に、そう。まず基本の小技、弱ストリボーグ。1倍リーチの長い立ち弱パンチ先端からでもつながるから、小技からはストリボーグにつなごう。弱ストリボーグからは SA さんも入るし、ドライブラッシュを使ったコンボも伸ばせるよ。ただし、ガードされると色々と反撃をもらっちゃうから注意してね。先端当てなら大丈夫そうだけど、ガード時マイナス10フレームは結構大きな隙なのだ。そうなんだよね。コンボに行けなくても、大抵のキャラの大足が入っちゃうからガードされるとまずいね。でも、リターンがすごいから、暴れに入れ込んで使うこともあるけどね。ストリボーグで吹っ飛ばした後は、トルバランやトリグラフで置き攻めが基本だよ。トルバランやトリグラフを警戒してくれる相手には、いいハトを設置して立ち回りを補強するのも大事だよ。ただ、いいハトの設置は読まれると危ないんだ。距離とキャラによっては痛い反撃をもらってしまうから注意してね。次に立ち台パンチ、オーバードライブトルバラン、強トリグラフ。立ち回りで入れ込めるコンボだよ。ガードされていた場合でもオーバードライブトルバランは大きな有利を取ってくれるから便利だよ。しゃがみ強パンチからでもつながるから、大パンを振って何かを入れ込みたい時に使ってね。大パンの他にも4中のターゲットコンボからもつながるよ。4中の後はアブにマーチの選択肢もあるから、オーバードライブトルバラン自体がアブにマーチの対の選択肢になってるよ。意外かもしれないけど、JP はガンガードとパリーを徹底されると少し困るキャラでもあるから、リスクを負ってでもアブにマーチが必要な場面はあるよ。自分の攻撃方法が読まれてるなと感じたら、アブにマーチを使うことも視野に入れてね。次に大攻撃のノーゲージフルコンの J 大キック、5強 K、5強パンチ、シューストリボーグだよ。5強 K、5強パンチがターゲットコンボになっていて、5強パンチが技剣がかかるから、シューストリボーグの他にも色々伸ばせるコンボだよ。また、5強 K がガードされても有利だから、5強 K で止めると JP の有利が続いた読み合いが続くよ。5強 K は色々とお世話になると思うから、たくさん使って所感を覚えてね。次は中攻撃以上の攻撃にドライブラッシュを仕込むコンボだよ。中攻撃、ドライブラッシュ2強パンチ、強ストリボーグ、中トルバラン、強トリグラフ。ドライブラッシュを絡めて強ストリボーグを当てるコンボだよ。いいハトを安全に設置できる状況でもあるから、仮面中央のラッシュコンボはこの形が基本になるよ。吹っ飛ばした後に追撃して追撃するかっこいいコンボだから、狙える時は積極的に狙ってね。仮面橋の場合は少し構成が変わるよ。中攻撃、ドライブラッシュ2強パンチ、強ストリボーグ、ちょっと待って5強パンチ、トリグラフ。5強パンチで拾うコードで有利状況が変わるから注意してね。そもそもこのコンボでなくてもいいんだけど、5強パンチで相手を拾う感覚を養うために最初の練習用で紹介するよ。最速レシピから始めたい場合は、中攻撃、ドライブラッシュ2強パンチ、強ストリボーグ、中ストリボーグ、2強パンチ、トルバランはおすすめだよ。最後の2強パンチの後のトルバランで中下段の2択が可能になってるよ。
でも、2強パンチの後のトルバランに少しリレーが必要なのと、無敵技に対処する場合は2強パンチで止める必要があるから注意してね。最速レシピじゃなくねえか、それ。キャラによっては最速でいいっぽいんだけど、この辺の揺らぎがよくわからないんだよね。ごめん、5強パンチ拾いが大事だから、5強パンチ拾いから始めてくれると嬉しいな。でも、この距離で中下段の選択肢を迫れるのは強そうなのだ。この距離のトルバランの中下は見えないから、置き攻めとしてはありだと思うな。持続当てになるから、ヒット時は大攻撃もつながるよ。次は画面端のドライブインパクト、フィットワガード時、ドライブインパクト、6大キック、中ストリ防具、5強パンチ、トリグラフ。トリグラフの後のオーバードライブ B ハトの設置を含めてプラス用フレームだから、セットプレイ状況に持ち込めるよ。無敵技をケアしたい場合は前ジャンプの選択肢も取れるから、強力なセットプレイになってるよ。この辺りのコンボ選択はキャラごとに変わってくるから、いろいろなキャラに対応できるようにコンボを開発してみてね。次は画面中央のパニックカウンターのコンボ。ドライブインパクトパニカン、前ステップ5強パンチ、強ストリ防具、中トルバラン、強トリグラフ。このコンボの他にも SE2 を使ったコンボ、入れ替えコンボなどあるから、JP のインパクトパニカン時は夢がいっぱいだよ。基本コンボはこの形になるから、最初の練習用で試してみてね。一応オーバードライブ昇竜拳などの無敵技をガードした後のコンボも紹介しておくね。一番手軽なのは5強パンチパニカン、生ドライブラッシュ5強パンチ、強ストリ防具コンボだよ。他には J 大キック始動からドライブラッシュコンボなどがあるよ。ドライブインパクトを当てて、さっきのドライブインパクトパニカンコンボでもいいね。持っているゲージや状況によって変わるから、この辺りの選択はやり込みによって変わってくるのだけども、強ストリ防具を絡めたら大抵は高いダメージを出せるから、強ストリ防具を使うようにしてね。自身の技量によってもコンボ内容は変わると思うけど、フルコンの効果力も JP の売りだから可能な限りだけをしないでほしいな。次にとっても大事な B ハートの追撃について紹介するね。近い位置の場合はまず5強パンチで拾うのがグッドだよ。5強パンチの後はオーバードライブトルバランはおすすめだけど、ダメージはオーバードライブトリグラフの方が高いよ。ただ、オーバードライブトリグラフだと5強パンチを当てた位置によって出現位置を変えないといけないから、慣れないうちはオーバードライブトルバランから始めるのをおすすめするよ。ノーゲージで済ませたいときは弱トルバランや中トリグラフなどで追撃してね。まずはしっかり拾うことが大事だよ。中距離は本命の位置だよ。生ドライブラッシュ5強パンチ、もしくは6強系で拾うコンボになるよ。まずは5強パンチで拾うのが大事だけど、先端気味だと強ストリ防具が届かない場合があるよ。そういう距離の場合は6強系で拾ってね。本来は6強系での追撃が理想なのだけども、近すぎると空振りになってしまうから注意が必要だよ。距離感を養うアドリブはたくさん数をこなすしかないから、ミスを恐れずに調整していってね。遠距離の B ハートはトリグラフぐらいしか追撃がないから、ライルを上げたり B ハートを再設置したりを使い分けてね。次はお待ちかね。オーバードライブアムネジアの基本コンボだよ。出たな、諸悪の根源。相手のどんな攻撃を当て身で取ったかでレシピ内容が変わるのだけど、今回は大ダメージが狙える投げやドライブインパクトを当て身した時のコンボを紹介するね。投げかドライブインパクトに対してオーバードライブアムネジア成立、2中パンチ、強 B ハト、強 B ハト追加攻撃派生、強ストリ防具、中トルバラン、強トリグラフ。最大ダメージコンボではないのだけども、現部最速でできるコンボだから失敗した場合はどこかの入力が遅いだけという失敗がわかりやすいコンボだよ。とりあえずコンボとして試してみてね。フルコーをしたい場合はこっち。オーバードライブアムネジア、5中キック、
ノーキャンセル強 B 波と中トルバラン強トリグラフ B 波と自動派生ヒット中トルバラン強トリグラフ SA3 など中トルバラン強トリグラフのコンボが2セット入るコンボだよ。5中キックをキャンセルでなくてノーキャンで強 B ハートを出してね。強 B ハートを出した後は全部最速になるから。コンボミスの場合は5中キックからのノーキャンセル B ハートが遅いことを疑ってみてね。同じようなレシピが2弱パンチからでもできるよ。オーバードライブアムネジア成立時に2弱パンチ、5弱系、強 B ハートからさっきと同じループだよ。とっさにコパーを押してしまった時などに使うよ。仮面端のオーバードライブアムネジアは柔道やドライブインパクトに大きなリスクを負わせることができる必殺技だけど、コンボができないとプレッシャーにならないから、しっかり練習することをおすすめするよ。調子に乗って投げやドライブインパクトをしてくる相手をしっかり分からせてあげようね。 SA3 を使ってるとはいえ、やはりこの技は減りすぎでは。読み合い的には無敵技の昇竜と一緒だから。お前それ本気で言ってるか。ごめんなさい。最後に小技指導のドライブラッシュコンボを紹介するね。小技刻み、ドライブラッシュ5弱パンチ、4中、追加中、ドライブラッシュ2強パンチ、強ストリボーグ、中トルバラン、強トリグラフ、SA3。練習量の意味合いが強いコンボだけど、小技からでも4割は減らせることを覚えておくとリーサル手段が増えるよ。JP は B ハトを絡めた攻防で下段指導のコンボを取ることもあるから、小技からでもコンボを伸ばす意味は十分あるよ。様々な場所からコンボをできるようにやり込んでみてね。今回は前後編に分けての JP の初級者解説だったよ。ずんだもん、どうだった？覚えることや見るところ多くて大変なキャラだったでしょ。いや、最後のオーバードライブアムネジアからのフルコンが減りすぎて改めてクソキャラだなと思ったのだ。打撃と投げを取れるのはまあいいとしても、あのリターンはさすがに強すぎでは。強すぎるのは否定しないよ。でもやっぱり JP には必要な技だとは思うんだよね。 JP はノーゲージの対空無敵の技を持っていないし、大振りなアクションが多いから、切り返し手段として当て身のアムネジアは妥当だとは思うよ。でもリターンが高すぎるのは間違いないから、程よい感じになるように修正待ち自体は同意できるよ。言わんとしてることはわかるけど、1年は長いよ。1年もオーバードライブアムネジアと向き合いたくないよ。逆に考えてみてよ。 JP に普通に対空あったらどうなると思う？飛び道具だけでも大変なのに、対空無敵持たれたら、それこそ1回も触れないで負けるなんてパターンありえるよ。オーバードライブアムネジアへの文句も JP への接触はできるからという事実から来ていると思わない。つまり読み合いだよ。読み合いの勝ち負けが発生している以上は剣と一緒で強キャラ枠なだけだよ。そう考えてみると JP 戦も味があるように思えてくるでしょ。いや、全然全くちっともそうは思わないけど、 JP みたいな遠距離キャラは近づかれたらそのまま倒されてもいいのでは。ティンバリー見習え。あいつの旋風脚の完全無敵が消されたのはなぜだ？歩きは速いし有利取れる中攻撃はあるしで自由気ままだからだろう。ダルシムに SA 以外の無敵技がないのはなぜだ？近づかれた時に切り返しがあったらつまらないからだろう。キャラ性能というのは差し引きなのだ。全距離やることがある上にリターンが高いキャラなんておかしいのだ。ビリン、お前何年格闘ゲームやってるのだ？日付？自分のキャラがぶっ壊れてることにってケンになんだ？剣使いに言われたくないよ。キンバリーみたいな機動力やダルシムみたいなヨガワープがあればそれでもいいけど JP はないんだよ。そういうの。移動も遅ければ直接的なワープもないの。切り返しは必要だよ。そもそも劉備脚があって距離の長いドライブラッシュもあって、剣は波動拳も昇竜拳も持ってるじゃない。それなのに剣は JP に不利とか言ってるのあんただけだよ。ずんだもんこそ何年格闘ゲームやってるのよ。自虐ネタは令和では流行らないよ。だとほら、剣の劉備脚にしゃがみ攻撃からフルコン入るのなんて JP ぐらいなのだ。主力技への対策が楽な時点で剣が不利だろうがよ。あと接触されたらとか言ってるけど、対空だって強いだろ。 JP のしゃがみ強パンチなんてこのゲーム屈指の強さの通常技対空だぞ。
JP は前後の歩きも遅いから。しゃがみ今日パンチの対空もそこそこシビアなの。プレイヤーのやり込みです。空中投げあるだろ。それは、まあ、なんで JP が空中投げを持ってしまっているのかは、私にもわからないけど。ほら見ろ、持ちすぎだろそのキャラ。弱体化、弱体化、さっさと弱体化。待ってよ、ずんだもん。いいの。JP がいなくなったらガイルやダルシムがはびこるかもしれない。敵討ちを止めるキャラが減るから、またスト5みたいなゲーム性になってしまうかもしれないんだよ。またタイムアップをよく見るゲームをやりたいの。それとこれとは話が別だ。JP を許す理由にならねえんだよ。敵討ちと柔道を止める JP は必要悪。光の戦士。対処が難しい飛び道具だけでなく、高リターンの当て身技持ち。絶対クソキャラ。どうやらまた分からせる必要があるみたいだね。ずんだもん。上等だ。そんなクソキャラ使っても僕に勝てない惨めさを刻んでやるのだ。私のために死んでくれ。格闘ゲーマーあるある。久しぶりだろうが、キャラ差があろうが、自虐しようが、相手をけなそうが、やはり最後は直接対決によって言い分を決める。それが格闘ゲーマーである。それほどでもないゲーマーチャンネルだよ。